え洋食やったらいつもここですね、ボリュームがあるし、ご飯大盛り OK やし、はい。ちっちゃい子たちはね、トトロのお店行きたいって言うらしい。鹿児島出身の人で、これはカレー、カレーをね、土曜日はギターで、で日曜日がピアノっていう。51年かな。3年か僕が最初始めたのね、ここ。25ぐらいから始めて、24か。今75かな。まあ言うたらのれん分けやからね。あ、そうそうそう。やっぱ尼崎にもう一軒あったのね。グリルペイっていう店が。はい。そこでまあ修行をしてて、で今はもうそのお店もないんだけど、本元は新海地にあるの。でその本家の身内の方が、天野中央でやってたのね。いやまあ確かにね、ちょうどそういう時代がね、昭和48年か49年ぐらいかな、オイルショックで結構景気が悪かったのね。お店の親方がね、まあ、従業員がたくさんいたから、もうそろそろ誰か独立する気はないか言うて。それで手を挙げて手を挙げて。
変わった感じでいいかなと。だよね。は見たことないよね。い。見たこと。おたくが生きてきた年数よりもこのツタの方が先輩。先輩やろな。それは絶対先輩やわ。うん、そうね、5年ぐらい経ってぐらいからかな。じゃあ45歳ぐらい。そうやね。すごい。大先輩やね。これよしこさん、ベラ取ってください。ありがとうございます。卵のボールは。はい、もうこれ十分取ってます。出てるか今日もです。入れ替えした。入れ替えてないですまだ。平日だけ、昼だけなんで少ない方です。サービスランチに使う、ももの鶏胸のフライに使うやつです。A ランチとかの、鶏のソテーみたいなのにも使うんで、それにも使います。これ。はい。あ上がる。そう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 。しっかり。終わったらやるバッキングがあるからやるしか。あ、そういうことあったんだ。通ります。いやだからこっち来てからやからね。20歳ぐらいからやから。あんまり料理が好きでとかいうのはないよ。全然そういうなんか志もなかったし。
これなんとなくなんとなくで50年続かないですよ。なんとなくやったから続けられたかも。ああんまり気合入ってなかったから。やっぱ50年の間にいろいろ山あり谷あやからね。バブルもあったし、コロナの時期とかあはったし、大変だ。だからなんとなくやってるから、別にあんまり打撃が少なかったからね。それ全部2キロになるように買った。20近20近く。く。でも休んだりいろいろしてるから、で週何回しか入ってなかったりするから。でも一番じゃあベテランぐらいに。もっともっといるよ。あ、いるんですか。ええ。助かります。もうちょっともうちょい。一番最初に入ったのがグリル一平さんです。そうそうそう。あ、知らない。この料理以外は知らない。ただイタリアへちょっと一人でふらっと旅とかしてたけど、ここで覚えた料理はちょっとは入ってる。万円分買うとりあえず。で前の玉ねぎもちょっとエビ終わったら教えて。他の玉ねぎとか切ったことないやんな。はい。あ、結構
あれですよね。米入れたやつですよね、オムライス用の。綺麗だな。一番手前、息子さん、ちょっと少なめ。次はかな。最後、それ多分間に合ったんですよ。はい。ただ、いただきます。うわ。自転車規制が広がってるからバックできる。ハンドルにかけるなあかん。そうそうそう。角に乗り切る量じゃないとあかん。めっちゃかむじゃん。外壁にはい。防水の吹き付けとかやってたのよ。おお。それで雨風しのぐのに5年おきぐらいにこんな防水の吹き付けしたら金かかってしゃあないなと思って、一層もう年数経てば経つほど値打ちが出てくるような何かないかなと思ってでそうツタを生やそうってそれも冬になったら枯れるようなツタやからかえって見苦しいじゃなくてでそういろんな植木屋さんとかに聞いたら「いや一年中枯れないツタあるよ」言うて「じゃあそれちょっと植えてもらわれへんかな」ってで、まあ、よく海外なんかにあるツタらしいんだよ。まあ一年中だから枯れないのようちのツタは。ちっちゃい子たちはねトトロのお店行きたいって言うらしい。青いの。青いの。ランチで。はい。ランチで。米の大ライス。大ライスで。あ、いいよ。はい。はい。あ、言ってくれたら動くよ。最後の一遍とんかつトッピングで。失礼します。で、ランチご飯大盛りです。ありがとうございます。ありがとうございます。何にもない。ランチ1枚。もしかして。ビーフチキンって言ったよ。
がります。はい、カレーソースもう3、4回目ぐらいですか。今日はもう安定のサービスランチでもう1000円で大盛りも無料でご飯も食べちゃいました。白身の魚のフライがすっごい美味しくて柔らかくてソースがまろやかで大好きです。うちの店長は20年前くらいから行ってて、その時からもずっとサービスランチ一択とのことで。ランチライス大盛りとか。大丈夫ですよ。ビール朝にクリームございます。とんかつトッピングで。はい。そらね、トッピングが入ったから、これ A ランチとか B ランチとかレディースとかに使うんですけど。これトッピング用ここに置くね。ドレッシングまでいってる。見てないとわからない。昔から30年以上は比較的良心的でボリュームがしっかりあるし美味しいんで、今日はね一平ランチにあとトッピングでとんかつを足してあとビールと美味しいですよ本当にね。だからなんか仕事とかでも何人か連れてきたりとかできますしね。この見た感じも昔からこんな感じですし、店構えもそうだし、あと、店内の雰囲気も時々ギターの演奏とかも夜はしてるんで、全体的なパッケージとしてのイメージがねなんかいいなと思って。はい。ありがとうございます。すみません、お名前書いてお待ちいただいてよろしいですか。百貨店になってお待ちください。後ろ今。で、鉄板持って。こっち行きますね。つけて。卵乗っけて、一番上置いて、揚げる。ここ置いて。手にかける。朝も指を置いて、タルタルかける。がベネチアセットです。後ろへとる。はい、お名前だけお待ちください。
いらっしゃい。半分。あ、これはそれだけあげてください。トマトソース取ります。一回かけて、もう一回かける。もう一回かけて、重ねて、終了。はい。これだけ。チーズトッピングってなったらここにチーズペンと置くだけですね。使い上がってますね。じゃあ2回上がります。はい。トマト。月に3回ぐらい、もう大好きで、昔からですよ。もう40年ぐらい来てんじゃんかな。まあ、ハンバーグが一番好きで、今日は一平ランチ。ハンバーグとスパゲッティとエビフライ、魚のフライ、まあ、ボリュームがあるし、ご飯大盛り OK やし、洋食やったらいつもここですね。はい。昔から知ってるから、同じずつイメージでこのツタの感じがね、なんかいいなと思います。コロッケが乗せるスペースを空けといてね。はい、すみません、お願いします。いや、なんか持ってきたら。うまそうね。